こんにちは、森の山ちゃんです。今回はマイホームの後悔12選を紹介します。家は高い買い物なので、なるべく後悔はしたくないですよね。我が家は築32年の中古住宅を購入してフルリフォームをしました。リフォームで失敗はしたくないので、かなり考えて家づくりをしましたが、それでも後悔ポイントができてしまいました。今回紹介する後悔ポイントはあくまで我が家のケースですが、これから家のリフォームを考えている方、新築マイホームを考えている方の参考になる部分も多いと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではリフォームやマイホームのこと、掃除の仕方など暮らしの役に立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速後悔ポイント12選紹介していきます。後悔ポイント1、窓の結露がひどい。冬になると窓の結露が結構ひどいです。トリプルガラスを使用していますが、真冬に洗濯物を干すと窓の下側4分の1ほどが結露します。うちはリフォーム住宅で断熱性や機能性など新築住宅には劣り、結露してもこんなもんかと諦めています。ネットで結露の情報を調べてみると、最近の新築では結露がしないと書いてありましたが、本当でしょうか？気になるので皆さんの家の結露事情をコメント欄にいただけるととても嬉しいです。本当に結露しないのであればかなり羨ましいです。後悔ポイントに2階の窓もトリプルガラスにすればよかった。2階の窓はケチってペアガラスにしましたが、やはり断熱性はトリプルガラスに劣ります。窓からの熱損失が多いということはリフォーム前にも調べていて知識として知ってはいましたが、2階は普段利用しないからとペアガラスを採用してしまいました。ただ我が家の場合、リフォーム時に窓はリフォーム補助金対象の建材だったので、ペアガラスとトリプルガラスの差額がおそらくそれほどなかったと思います。ついついリフォーム代を少しでも安くとペアガラスを採用してしまいましたが、せっかく大規模なリフォームをしたのでケチらずにトリプルガラスにすればよかったと後悔しています。後悔ポイント3、2階に暖房設備をつけなかった。2階には子供部屋が2つありますが、暖房設備はつけませんでした。まだ子供が小さく、しばらく2階の部屋は使用しないためです。ただ絶対に将来暖房設備は必要です。今後追加で工事をするとなると、今回合わせて工事をするよりも余計に費用がかかるのではないかと予想しています。なので今回のリフォーム工事で2階に暖房設備をつけてもよかったと後悔しています。後悔ポイント4、クローゼット内部の結露。真冬に寝室のクローゼットの内部が結露します。結露するのは外壁に面している壁の下側とその付近の床です。自分なりに結露の原因を調べたところ、クローゼット内の結露している部分が他の場所と比べてやけに冷たくなっていました。どうやらこの温度差が原因で結露しているようでした。さらに冬は寒いので部屋の吸気口は閉じたままにしており、寝るときは寝室の扉も閉め切っているので部屋に湿気がこもりやすくなり、これも結露の要因になっていそうです。ただリフォーム時に寝室の壁にはネオマホームという断熱パネルを貼り、床下全体にはウレタンを吹き付けていて、それなりの寒さ対策をしたので、この結露は結構ショックです。今はとりあえず床にジョイントマットを敷くことで若干結露は収まっていますが、完璧ではないので今後も工夫をしていく必要があり、結露対策に頭を悩ませています。後悔ポイント5、寝室とリビングの間の壁の防音性が低い。我が家はリビングにあるテレビの裏側に寝室があります。寝室の扉を閉めてもリビングの音が結構聞こえてくるので、壁の防音性が低いです。このリビングと寝室の間にある壁は石膏ボードで挟んでいるだけで、特に防音対策はしませんでした。リビングでの生活音が響いてしまうので、誰かが先に寝ているときはすごく気を使いますし、寝ている方もストレスになるので、何かしらの防音対策をすればよかったと後悔しています。後悔ポイント6、LDK の形。16畳の LDK ですが、リビングの形が横長のために少し使いづらいです。ソファーをテレビが見やすいようにテレビと平行に置くと、ダイニングテーブルとソファーの距離が近くなり部屋に圧迫感が出ます。またダイニングテーブルもこのようにキッチンカウンターに対して直角に配置したいのですが、これも同じく部屋に圧迫感が出てしまいます。そのため現在ではダイニングテーブルをキッチンカウンターと平行に置いて部屋が広く見えるように工夫しています。これが例えばこのような奥行きのある縦型 LDK だと、ダイニングテーブルやソファ、テレビも配置しやすいと思うのですが、リフォーム住宅のため大きく間取り変更は難しく、このリビングの形が少し後悔ポイントとなっています。後悔ポイント7、洗面脱衣室の広さ。
洗面脱衣室も先ほど紹介したリビングと同様に元の広さや形を変更することができなくて狭めなのが公開ポイントです。将来カンタ君などの乾燥機を設置したいのですがスペースがありません。乾燥機を洗濯機の上に設置するパターンもありますが窓からの光を遮ってしまうので自分的にはいまいちです。圧迫感も出てしまいます。もっと広くて余裕を持って乾燥機や収納スペースを確保できる洗面脱衣室にしたかったです。この少し狭めな洗面脱衣室が公開ポイントとなっています。公開ポイント8、リビング窓と外のステップの段差。リビングの窓から出入りするたびに不満なのがこのステップです。ステップから窓までの高さが約20センチあり、結構な高さなので出入りが少し危ないです。幅も狭いので油断すると落ちそうになります。子供がもう少し大きくなって活発に動くようになると、もしかしたら庭に洗濯物を干している少しの間に子供がここから転がり落ちる可能性もあります。危険なので段差を低くして幅も広げる何かしらの対策が必要だと感じています。公開ポイント9、カビ臭い部屋がある。リビングの隣の部屋から少しカビの匂いがする時があります。ここはリフォーム前に壁にカビが生えていた場所で、もしかすると壁の内部までカビが生えている可能性があります。リフォーム時にはそのカビの生えた壁の上から新しい石膏ボードを貼りました。ここは少しお金がかかってでも古い壁を剥がして内部の状態を確認してからリフォームをすればよかったと後悔しています。公開ポイント10、地下室がいらない。我が家には地下室がありますが使用していません。地下室は夏になると湿気で小さい水たまりができます。なのでカビが気になり何も収納する気にはなりません。仮に何かを収納したとしても地下室まで取りに来るのが大変で使いづらいです。リフォーム時に地下室を埋めてしまうことを考えましたが、工務店の担当者さんに埋めることはお勧めしないと言われました。今のところ今後どのように地下室を活用していくか見当もついていません。最初から作られてしまっているので仕方ありませんが、我が家の場合地下室は必要ありませんでした。公開ポイント11、リフォームを頼んだ工務店が微妙。リフォームをお願いした工務店さんが何かと微妙でした。施工をしてもらった場所で言うと、寝室のコンセントの位置がベッドより上になるように頼んでいましたが、ちょうどベッドに当たる位置につけられてしまいました。他にもエアコンは 200V のタイプで打ち合わせが進んでいましたが、なぜか 100V のタイプがついています。ちなみに見積書にはコンセントも 200V 仕様で金額が入っていましたが、もちろん 100V のコンセントがついています。また住んでから1年経った時に壁紙の補修に今度伺いますと言われました。おそらく時間が経つとどうしても割れてしまうクロスのつなぎ目部分の補修のことだと思いますが、その後全く音沙汰なしです。補修の話をされてから約8ヶ月が経ちました。できないなら最初から言わなければいいし、やるなら早くやってほしいものです。リフォームの時にはこちらも色々と無理を言ってお願いしたこともありますが、ちょっと対応がいまいちだなと感じています。どこの施工会社さんもこんな感じなんでしょうか。我が家でリフォームを頼んだ工務店さんが少し公開ポイントとなっています。公開ポイント12、2階の床が傾いている。2階の床の一部分が下がっています。家全体の傾きというよりは部分的になぜか下がっています。ここをリフォームの時に直せますかと工務店の担当者さんに聞いたところ、直せますと言われました。ただちょっと信用できなかったので、リフォーム中も3回ほど担当者さんに床は大丈夫ですか、直りますかと確認しました。結果直ってなかったです。嫌な床は的中しました。和室から洋室へのリフォームだったので、床の下地を作るときにもう少しレベル調整できるのではと思いましたが、やはり難しいのでしょうか。これもできないのであれば最初からそう言ってほしかったです。ただできますと言っただけで結局やらないできる詐欺でした。2階は子供部屋なので普段の生活で傾きは気になりませんが、子供が大きくなって部屋を使用するときにちょっと申し訳ないなと感じています。幸いこの線よりも奥の方だけが少し傾いているので、ベッドでも置いてうまくごまかして生活してもらおうと思っています。この直せなかった2階の床の傾きが公開ポイントとなっています。以上が我が家の公開ポイント12選です。いろいろと問題点はありますが、総合的には今の家に満足しています。今回紹介した公開ポイントを参考にして、動画をご視聴の皆さんは後悔のない家づくりをしてください。
このチャンネルでは今後もこのようなマイホームの情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また、今回の動画が参考になったという方はグッドボタンもよろしくお願いします。では、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。